今日は iPhone 13 Pro を分解します。発売日当日に Apple Store で購入しました。Apple Store の愛想のいい店員さんと少し話しましたが、向こうは分解するために買っているとは思わないでしょうし、もちろんこちらも分解するために購入するなんて言えません。パッケージを開けた瞬間、目に入るのがこの3つのカメラです。このカメラももちろん分解します。Face ID があるので顔がパスワード代わりになります。指紋認証はありません。指紋認証の方が圧倒的に便利なんですけどね。ディスプレイは 10Hz から 120Hz の可変リフレッシュレート。セラミックシールドが使われていて傷はつきにくいです。実際どれくらい傷がつきにくいのか試してみます。金属製の鍵でディスプレイ表面をこすっていますが傷は全くつきません。ではもっと硬い金属ならどうなるか試してみます。HRC65 非常に硬い金属です。こすってもこの通り傷は全くつきません。カッターの刃でこすっても同じです。傷は全くつきませんでした。金属でこすったくらいでは傷は全くつかないことは分かりました。他の方法も試します。ガラスは鉱物ではありませんが、他の鉱物とすり合わせた時に傷がつくかを確認します。これはダイヤモンドです。最も硬い物質です。ダイヤモンドでこするとさすがに傷つくようです。もう少し柔らかいものでも試します。これはコランダム。結晶の色によってはルビー、サファイアとも呼ばれます。簡単に傷ついてしまいました。これは石英、砂の主成分です。石英でこすった時に傷がつけば、砂でこすったとしても傷はつきます。石英でも傷ついてしまいました。iPhone に砂を近づけてはいけません。他のいろいろな鉱物でも試しました。モースコード5のアパタイトでは傷はつかないという風になりました。側面の金属部分については軽く紹介。鍵でこすったくらいでは傷つきません。鋭利な金属では簡単に傷ついてしまいます。ボタン部分やカメラの縁の部分も金属でできているので傷つきます。傷がつくのを避けるには保護ケースを使用したり、ディスプレイやカメラに保護フィルムを貼った方が良いでしょう。いよいよ分解します。ライトニング端子の横にあるネジを2つ外します。同じタイミングで発売された iPad mini は USB-C ですが iPhone はライトニングです。iPhone もそのうち USB-C になるかも。ヒートガンで加熱してディスプレイと本体の接着を弱めます。お気づきでしょうか？私はここで重大なミスを犯してしまいました。ディスプレイのフラットケーブルがちぎれてしまいました。ちぎれてしまったものはもう元には戻りません。このまま進めます。ネジと金属プレートを取り外してからフラットケーブルを取り外します。ディスプレイは2つのフラットケーブルでマザーボードに接続されています。取り外しには注意が必要です。次はカメラモジュールです。最近のスマートフォンはカメラが大型化しています。iPhone もそのうちの一つです。iPhone 13の無印は外側カメラは2つ、iPhone 13 Pro と Pro Max は外側カメラが3つあります。これは望遠レンズ、光学式手ブレ補正を採用しています。広角レンズには光学式に加えてさらにセンサーシフト式の手ブレ補正が追加されます。これは超広角レンズ。レンズ自体は動きますが手ブレ補正によるものかはわかりません。カメラモジュールには振動防止のスポンジが貼られています。レンズの縁には反射を抑えるための黒い塗装。望遠レンズの中身をさらに確認したいです。光学式手ブレ補正はレンズ自体を動かしてなんとか手ブレを補正しようとするものです。レンズ自体を水平方向に動かすこともできますし、レンズを斜めに傾ける方向にも手ブレ補正が働きます。これは手ブレ補正が働いている時の望遠レンズ。iPhone 本体を振動させるとサファイアシールドの中にあるレンズ本体が動いています。次は広角カメラ。広角カメラは光学式手ブレ補正とセンサーシフト式の手ブレ補正があります。裏面にはセンサーが見えます。センサーのサイズは思ったよりも大きいです。12メガピクセル。画素ピッチは 1.9 マイクロメートル。従来の 1.7 マイクロメートルより大きくなっています。
これによって暗いところでの撮影性能が上がっています。センサーを乗せる部分が動いていますが、これがセンサーシフト式手ブレ補正です。四隅にはコイルが巻かれています。またカメラレンズの方を見てみると、四隅には磁石が乗っています。これは非常に強力な磁石です。コイルに電流を流して磁石を引き寄せます。これが手ブレ補正です。モーターとかも同じ原理ですね。カメラモジュールの下にあるこの部品はライダー。簡単に説明すると、ものすごく性能の高い距離センサーです。iPhone ではナイトポートレート撮影や 3D スキャンの時に使われています。話は変わりますが、ライダーは多くの自動運転車にも使われています。次はマザーボードを取り外します。多くのフラットケーブルが接続されています。SIM カードトレイを取り外すのを忘れていました。一番目立つ位置にチップの名前が書いてあります。CPU は6コアあります。そのうちの2つは高性能コア、残りの4つは高効率コアです。それとは別に機械学習用の16コアニューラルエンジン、また GPU はコアを5個積んでいます。SIM カードマウンターはマザーボードに直接取り付けられています。ネジ止めはされていないので取り外すことはできません。マザーボードは2階建て構造になっていて結構ずっしり感があります。日本版 iPhone は 5G に対応していますが、より高速な 5G であるミリ波には対応していません。ミリ波モジュールの部分には何もありません。イヤピース部分を取り外します。これについて話すことは特にありませんが、耐水のためのパッキンがついています。iPhone 13の防水性能は IP68、水深6メートル30分まで耐えられます。インカメラモジュールを取り外します。Face ID 用のドットプロジェクターと赤外線カメラ。そしてインカメラ。レンズ自体は動かないので光学式手ブレ補正はついてなさそうです。これは本体下部分のスピーカーモジュール。結構大きいです。本体との共振防止のためのスポンジがついています。水やホコリが侵入しないためのオレンジ色のパッキンもついています。これはタプティックエンジン。中に電磁石が入っていて iPhone 本体を振動させます。回転する部品は入っていません。コイルと磁石だけです。動作原理はリニアモーターと同じです。次はバッテリーを取り外します。iPhone 13シリーズは前のシリーズよりバッテリーが大きくなっていてより長持ちします。無水エタノールをかけてバッテリーを取り外そうとしました。結果として外れるのですが、インクの部分にかかってしまうとインクは溶けてしまうようです。インクの部分にかからないように注意する必要があります。バッテリーはリチウムイオンバッテリー。容量は 3095mAh です。11.97Wh。バッテリーというと円筒型や長方形の形を想像しますが、iPhone は L 字型のバッテリーを使っています。本体中央の黒い部品を取り外します。これはワイヤレス充電用のコイルです。非常に細い線が何回も巻かれています。C ワイヤレス充電だと最大 7.5W。マグセーフワイヤレス充電ですと最大 15W で充電できます。合計で18個の薄型磁石が背面に取り付けられています。マグセーフ用です。あとはライトニング周りの回路や NFC、Wi-Fi アンテナ、他のアンテナを取り外して終了です。分解していて一番面白かったのはやはりカメラです。望遠レンズの光学式手ブレ補正、それに加えて広角カメラのセンサーシフト式手ブレ補正。超広角カメラについては2センチまで近寄って撮影できるのが非常に強いと思いました。まあそんなところですかね。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。